今日皆さんにお送りする動画の内容の写真はチャンネル A の천일 야사という番組から撮っております。これは日本語字幕は対応しておりませんが、もしかして気になる方は下のコメントにアドレスを載せておきますので参考してくださいね。じゃあでは始めます。자、장금은の近いのを중종がいつものように美味しいご飯を食べて맛있구나を言っているある日、家臣が慌てて入ってきて大変ですと王様に報告をあげます。王様はそれを聞いてびっくりして何事だって返事をしますが、家臣は姫様がお亡くなりになりましたという衝撃な報告をあげるんですね。もちろんこれを聞いた王様びっくりするでしょう。そのお姫様は중종がとっても可愛がってた娘효정옹주のことでした。一体何があったんでしょうか。じゃあまず11代王の중종は家族愛がとってもすごい優しい王として有名ですが、どれほどかというと家臣たちが전하、王子たちの贅沢がひどすぎですとか、전하、姫たちの支度が派手すぎですという記録がいっぱい見えますが、その時にこの王様중종はいいよ、大丈夫、許してあげれと言って子供たちにはとっても優しいというか、お金をバンバン使うお父さんだったらしいですね。で、その중종なんですが、実際側室は9人がいて、朝鮮時代に側室は最大9人まで持つことができたので、ギリギリまで側室を持っていた王なんですね。そしてその側室との間に子供が7男6女がいました。で、その側室の中で、수건一子という皆さんが大好きなドラマ、장금은の誓いのイ・ヨンセンのモチーフになる人がいますが、この人と間で生まれたのが今日の主役、효정옹주ですね。ただこの효정옹주ですが、とてもかわいそうな運命を持っていて、お母さん、수건一子がこの효정옹주を産んでからその年に亡くなるんですよ。중종、子供愛がとってもすごい人ですよね。なので娘がかわいそうだと言って、この효정옹주を特に可愛がってたらしいですね。なので結婚にもとても気にしてたらしいんですが、当時名門家門の息子、조이정という人と結婚をさせて幸せを祈るんですよね。で、もちろんそれだけじゃなくて、屋敷とかお金とかいろんな面ですごい応援をするんですよ。で、なので、중종の願い通りに幸せな人生を送ればよかったものの、なんとこういった噂が入ってきます。ある日、家臣が入ってきて、大変です。조이정が姫様を使用人みたいに使っているらしいです。という報告が上がってくるんです。これを聞いてた중종、自分が一番可愛がっている娘を使用人みたいに扱っているってどういうことだと言って、조이정を呼べという命令を下すんですね。で、王の前に呼ばれた조이정、王様が静かに聞きます。噂は誠か。それを聞いた조이정、いいえ、すべて嘘です。と言います。一応、娘は嫁いだ身だし、これ以上は深くは聞かないけれども、ある意味で警告はしたことにはなりますよね。조이정に関する噂は本当だったでしょうか、嘘だったでしょうか。その日、お家に戻った조이정は、효정옹주にこうやって言います。お前がばらしたのか、この使えないやつが。と言って、すっごく暴言を吐くんですよね。じゃあ、どういったことでしょう。この二人には一体何があったんでしょうか。じゃあさっきの結婚式の話にちょっと戻りますが、효정옹주が조이정と結婚するときに自分の使用人として푼가이という女性を一緒に連れて行きますが、この푼가이がちょっととても可愛い女性だったらしいです。조이정は実際結婚式の時からこの푼가이に惚れてしまったんですね。なので実際조이정は周りの友達に푼가이が自分の奥さんだと紹介するなど、実際王族と結婚したこの皆さん以前の動画説明しましたが、プマと言いますね。このプマたちは側室入れたらいけないのに、この조이정は푼가이を側室に入れて、さらに正室扱いをするんですよ。それにとどまらず、
本来の性質である표정王子を使用人みたいに扱ってたらしいです。つまり噂は本当だったらしいんですよね。この真相を分かった家臣たちはやっぱり王様にその真相を報告しますよね。大変です。噂は本当でした。と言ったら王様、裏切られた気持ちにもなりますし、もうこれは許せないですよね。조이정を呼べと言ってまた命令を下します。で、結局今回は조이정だけじゃなくて、噴海も一緒に王様の前に連れて行かれることになりますよね。じゃあこの時に王様はこうやって言いますね。二人とも覚悟はいいか。じゃあこの時にこの二人は王族を侮辱したということで死刑ということにはなると思いますが、その時になんと표정王子が現れるんですよ。お父様と言って、私妊娠しました。彼らを許してください。つまり、표정王子にはすでに조이정の子がいたので、ここで조이정が死んでしまうと、この子はお父さんがいない子になってしまいますよね。それを聞いた중종、これは自分の孫のためにも仕方ないんですよね。なので、旦那は許す。ただし、噴海は追放ということで、妥協しますね。じゃあ、これで噴海は追放されて、二度とこの二人のそばに戻ってこなくて、で、조이정と표정王子は仲良くなって、今でも幸せな人生を送ればという話なのに、じゃあ、ここでちょっと조이정の話してみましょう。記録によりますと、もともと性格がすごく悪いことで有名だったらしいですよね。こういったエピソードがあるんですよ。他人のお家に良いものがあれば、なんと、王名の偽書類を作って奪おうとするんですよね。つまり、王様の命令を勝手に、この조이정が作るんですよ。これだけでも正直死刑ですよね。で、これを知ってた중종が、許してあげる気持ちで警告をする手紙を送ったんですが、それをちぎって捨てるなど、ちょっと頭がおかしいんじゃないかなと思うぐらいの人だったらしいですね。じゃあこの人は変わったんでしょうか？残念ながら全く変わらなかったんですよね。結局중종も切れて、娘のメンツも見てたんだけど仕方なく、조이정への支援、つまりお金などの支援をすべて止めてしまいますよね。で、その時조이정は反省するんじゃなくて、なんと、ある意味で脅迫ですが、姫の使用人をみんなクビにするんですよ。これによって、姫様はすべてのことを自分自身でやらないといけないということなんですよね。そしてさらに、妊娠までしていたのに、おそらくかなり一人で苦労していたと思います。そういった王と조이정の葛藤の中、자、最初の話に戻りますが、家臣からの報告です。姫様が出産中お亡くなりになりました。つまり、표정王子は出産後すぐ亡くなってしまいました。じゃあ、これを聞いた중종、びっくりするんですよ。理由がありますね。実際、중종は표정王子が妊娠をしたということを聞いてから、以上を行かせたはずなんですけれども、その以上たちを旦那が返したんですよね。いらないということで。で、特に出産後、표정王子の体の具合がひどくなったという話を聞いた王様は、で、王様の担当の医者を送りましたけれども、それがお家の前で旦那が出て、妻は元気だ、帰れと言って返したらしいですね。で、結局、표정王子は治療も受けず死去してしまいますよね。これが本当だったら、これは殺人としてもみなすことができるようなことでしたね。これを聞いた중종、これ以上の怒りはなかったでしょう。조이정を呼んでこいと言って、さらに、この実験を徹底的に調べろという命令を下すんですね。で、それを調べている途中、すごいことが分かりました。どういうことだと言ったら、전하、噴海が追放先にいません。はい。噴海が命令を違反したんですよね。じゃあ、これも具体的に見てみると、他の人を追放先に行かせて、噴海は조이정の母の自宅にいました。つまり、조이정の仕業だったんですよね。噴海とずっと一緒にいたくて、王命まで逆らったんですよね。これこそ、중종にとっては、これは限界ですよね。조이정と噴海を逮捕しろと言って、二人は尋問されることになりますが、この조이정、明らかに自分のせいで표정王子が亡くなったにもかかわらず尋問に全部言い訳をするんですよ。どうして側室を入れたのか、
実際あなたの身分ではダメじゃないのかと言ったら、いや、姫からおすすめされた。私はやりたくなかった。姫の願いだったと言うんですよ。それで、また、憤慨の追放の件はどうなってるんだと言ったら、姫と憤慨が仲がいいから、憤慨が追放地に行くと姫が悲しむからだと言い訳をするんですよね。また尋問官はこの質問をします。姫の使用人の首の件はどうなってるのかと言ったら、お金がないから仕方ないだろうという答えるんですね。そしてまた尋問官は質問を続けます。欧米の偽書類の件はどうなってるのか。仲いい友達との冗談だ。王の手紙を捨てた理由は何だ。捨ててない。姫の病気を知らせてなかった理由は何だ。急に倒れたから仕方ない。つまり、一言も負けず自分の罪を認めないんですよね。ただし、証拠もなかったので、ある程度、これも納得がいかない話ではなかったんですよ。結局、家臣たちは王様に報告しますが、王は悩むんですよね。どうしたらいいのか。でも、この時に、朝鮮の拷問がありましたね。じゃあ、조이정を고문しますかと言って家臣たちは言いますが、これで중정はそれはいいだろうと言って許可をしますよね。その後、조이정には何があったのかわかりませんが、조이정は次の日、すべてを自白します。これによって罪が認められた조이정。もともとだったら死刑に当たりますけど、王様は、孫もいるし、追放で許してあげると言いました。なので、조이정は追放で終わりますが、その後、特に記録がないから、おそらく家紋が没落したんじゃないかなと予想されますね。じゃあ次は憤慨の尋問ですよ。で、家臣たちが憤慨を尋問しようとしたらおかしいところがあって、憤慨の指が一本ないんですよね。ただ気になって家臣たちは質問をしますが、指はどうしたと聞いたら憤慨が、お母さんの薬として使いましたと言いました。これはですね、儒教の国、朝鮮では、これ以上の善行はないでしょう。つまり、親孝行をしたんですよね。この一言で、憤慨に対するイメージは変わります。家臣たちは憤慨のファンになってしまいますよね。なので、王様にこうやって報告します。조이정の処分も終わったし、憤慨はある意味では犠牲者だから、憤慨は許してもいいと思います。で、または、あんな素敵な人が姫を裏切るわけがないという意見になりますよね。で、중정としても、王としてのイメージというのも大事ですよね。もうすでに、真犯人というか黒幕は分かった上、結局ある意味では利用されたかもしれないような人は許してあげるという寛容を見せるのも王の定めなんですよね。중정は、お尻叩き100回と、もともとは追放ですが、情勢なので追放ではなく罰金で許してくれるんですよね。とにかく憤慨や罰金を払って、お尻叩き100回をされてから、お城から出て、命は助かったということで、実際お尻100回叩かれたらなかなか歩けないんですよ。多分、這いつくばってお城の門から出てきたと思いますが、その時なんですが、ある一人の三軍が現れます。町名。じゃあ、この人は誰かと言ったら、三軍雲대という人なんですよね。実際この人は、수건一氏の妹になり、つまり、효정王女のおばさんになりますよね。で、この人の三軍としての役目がですね、ちょっと面白いんですが、まずエピソードから紹介しますが、他の효정王女ではない他の姫の旦那がまた浮気をして側室と子供がいたらしいんですが、それを知ってて側室と子供をですね叩いて殺したんですよ。つまりここから見てみると、この三軍雲대の仕事は王族の問題を担当する、それを解決するような仕事ではなかったのかなと思いますよね。で、さらに今回は自分の姪っ子のことがかかっているので、さらに復讐の気持ちもあったでしょう。三軍雲대は憤慨を拉致、そして監禁します。そして厳重な警備を置いて見張ることになり、憤慨はそのまま監禁されて10日間生きています。実際は三軍雲대の狙いとしては、お尻叩き100回されてちゃんと治療しないと10日ぐらいで死ぬんじゃないかなと思ったらしいんですけど、憤慨の生存に関する執着がすごかったのか、10日間生存しますよね。で、ここで雲대は諦めず、叩かれたお尻をさらに叩くんですよ。で、これによって、憤慨も結局これには耐えられず、監禁されて20日後に死亡しますよね。
じゃあこの話はもちろん家臣たち、そして王様にも入るでしょう。家臣たちは憤慨のパンになってたので、憤慨を殺害した三軍雲出の処分を言い続けるんですね。ただ、ここで王様は、憤慨は雲出の家紋の使用人ですよね、実際は。先ほど言ったように、효정공주と三軍雲出は同じ家族なので、そこの使用人じゃないんですか。ルシが使用人を処分するのは朝鮮のルールでは問題なかったので、王様は問題ないと判断しますが、家臣たちはこれが納得いかなかったのか、本当に記録見たら面白いんですが、毎日、1日も欠かさず、1ヶ月間歌い続けるんですよ。ずーっと。三軍雲出の処分を追って。で、王様はずーっと断るんですが、1ヶ月過ぎてからは1日7から8回もずっと申すんですよね。で、もちろん、この時に王様も結構頑固だから聞いてくれないんですが、結局家臣たちは最後の切り札を出します。もういい、出勤しない。今の韓国の結構やるんですけれども、昔の朝鮮の家臣たちって王様が言うこと聞いてくれなかったらみんなデモという感じなんですが、出勤もしないんですよね。出勤をしなかったら国が動かないんですよね。で、結局王様もここでちょっとお手上げをするんですが、ただ死刑じゃなくて、追放ということで、お互い妥協をしますよね。家臣たちは気に食わなかったけれども、長い戦いもやってて、王様もここまで、妥協してくれたから、これで蹴りをつけることにはなりますが、結局三軍雲出は追放はされますが、13代王の明정の時代に、三軍雲出を許してもらえることになりますので、それが約1年ぐらいですよね。実際今日皆さんに紹介したエピソードは중종の、末年だったので、この三軍雲出が追放されて중종がすぐ亡くなって、その後、인종が8ヶ月で亡くなるんですね。なので13代王の明정が許してくれることになりますが、それが約1年ぐらいでしたね。なので三軍雲出はもう1年ぐらいの長い休暇を行ってきたことになりますよね。じゃあ、とにかく3人のストーリーはここで終わりです。実際ある説によりますと、효정옹주の顔が悪いから愛されてないという説もありますし、実際憤慨は本当に自分の意思で효정옹주を使用人扱いをしたのか、またはただ조이정の命令に従った犠牲者なのかという今、議論もありますけれども、ただ私からの個人的な考えは、家臣たちまで憤慨に惚れたということは、多分憤慨という情勢はただものじゃなかったかもしれませんね。ある意味では指も自分で実際切ったんじゃないかなと、私は予想してみます。とにかくまとめてみたら、조이정が一番悪いやつですよね。じゃあ次の予告なんですが、こうやって家族愛がすごい王様중종。ただ、皆さんこれご存知でした？영조と同じく朝鮮歴史全体を見てみると、自分の息子を自分の手で殺した2人のうちの1人の王なんですよ。こんなに家族愛がすごい王様なのに。その相手は중종の長男ですね。じゃあ一体2人に何があったんでしょう。来週はこれを皆さんに紹介してみたいと思います。今日も聞いてくれて진짜 고마워요。여러분、안녕。